様々な出来事を経て5人組となったアイドルが再びカムバックできるまでかかった時間は1年2ヶ月。毎日変化を続ける K-POP 界にとって1年の空白期でさえも時には致命的になります。もちろんブラックピンクのような例外もありますが、基本的にはコンスタントに新曲をリリースするのが人気知名度維持のための定石です。1年2ヶ月ぶりのカムバックをロックにかけたアイドル、結果はどうだったのでしょうか。2022年3月14日、アイドルにとって1年2ヶ月ぶりの新曲トムボーイがリリースされます。韓国最大手のメロンで31位、第2のチャートジニーで13位、バグでは見事1位デビューとなり、長いブランクがあったとは思えない幸先の良いスタートを切ります。ここから上昇は止まりませんでした。14日23時にはメロントップ100で9位となり、たった5時間でのトップ10入りに成功。結局リリースから24時間以内のピークはメロンで6位、ジニーで3位、プロで8位となり、全てのチャートでトップ10入り。1年2ヶ月ぶりのカムバックは成功裏に終わりました。ちょっと待ってください。トムボーイの快挙はここで終わりではありません。リリースから2日後、ジニーで1位に、3日後には24時間換算の風呂で、5日後にはなんと最難関のメロンでも1位に浮上したのです。特にメロントップ100での1位は女性グループでは2021年のエスパサベージ以来2組目、2022年では初のことでした。韓国全体で見ても当時記念すべき10組目の快挙でした。メンバーによればメロンで1位を取った時の感想を言う練習をしていたそう。デビューした頃よりもはるかに難易度が上がってしまったメロンで1位を達成したことはより意味深い記録と言えそうです。勢いはまだ止まりません。リリースから10日後、各チャートのリアルタイムと日間チャートに加え、全てのチャートでの順位をポイント化している i チャートの週間チャートでも1位になったことでパーフェクトオールキルを達成。2022年での達成はテヨン IMBU 以来2組目の快挙でした。デビューから4年、前回のカムバから1年2ヶ月、アイドルは念願の偉業を達成したのです。このパーフェクトオールキルは達成するのが非常に難しく、これまでにいわゆる音源強者しか達成できていません。リリースから20日が経った4月3日、パーフェクトオールキルを146時間達成したことで歴代10番目の長さに。最終的にはパックを合計で1週間ほど維持。169時間は歴代10位の大記録です。女性グルではローリンに次ぐ2番目の長さとなりました。まだまだ止まりません。メロンでのユニークリスナー数が2022年4月3日付のメロン日間チャートで50万人を突破。ユニークリスナー数とはその楽曲を聴いた純粋な人数を表す言葉。メロントップ100への改編後50万を超えたのは K-POP グループ初の快挙です。2021年のグループ曲ではブブゴルのローリン、 BTS のバター、エスパのネクストレベルしか達成できていません。ロックにかけたアイドル、1年2ヶ月の空白を吹き飛ばす素晴らしい結果を収めたアイドルの全盛期はまだ始まったところです。